まずトップ切り返しでクラブが起きてくる方、これは左の肩甲骨の使い方を勘違いしています。ジャグル TV 始まるよ。分かりやすくするために肘をちょっと曲げます。この肘の向きを真横、今これ下に向いてるんですけど、これを真横に向けようとしてみてください。すると肩甲骨がこちら側に回転して肩が上がらないと肘というのは空に向きません。必ず肩甲骨がこちら側に回転をして左の肩が持ち上がります。これをなで型にしていると肘が上を向くことができなくなります。ここがトップ切り返しでクラブが倒れる人と倒れない人の一番の差になっています。試しにトップで肩を上げながら肘を空に向けてみてください。するとシャフトが倒れます。しかしなで型のまま左の肩甲骨を下げたまま引くとシャフトを倒そうと思っても肘が下に向いたままなので手首で無理やりやろうと思ってもこんな感じになります。肩甲骨が上がる、もう肩が上がる、これがトップ切り返しでクラブを倒す最大のポイントになってきます。ではなぜ左の肩を上げるのを嫌がってしまうのか。それは前傾角度を保って顎の下に肩を入れろ、こういうレッスンがあると肩を下げてないと顎の下に入らないので、引いた時に左の肩を下げようとしてしまいます。さらに前傾しなきゃいけないので左肩を上げると前傾が起きてしまう気がして左肩を下、さらに顎の下に肩を入れようとして肘そのものが空に向かなくなってしまいます。そのせいでいくら手を後ろにシャフトを倒そうと思っても肩の位置が低いのでもうむちゃくちゃです。肩甲骨を下げたまま振ってしまってはトップでクラブは必ずクロスしてしまいます。ここから振ってくる時も左の肩甲骨を下げて左の肘が下を向いてしまうとあべこべです。しっかり上がる。しかし前傾してますし肩甲骨がこちら側に上がることと体全体が起き上がることは別の問題です。前傾したまま肩を上げることはできます。多くの方が肩を下げながらでも自分起き上がる。ここに気がついているかいないかがプロのような綺麗なトップと切り返しができるのか、クラブがクロスしてそして起きたまま降りてくるシャローイングとかハンドファーストとか言っててもそもそも肩自体が上がらなければ正しい切り返し、そして打った後のフォローも右の肩甲骨というのはこちら側に回転してフォローで右の肘というのはまた左右対称に空に向いてくる感じになります。これを知っていただいてしっかりトップ切り返す時には前傾を保ったまま肩甲骨が内側に回る、そして肘が空を向く。そのままインパクトの時も肘というのは自分の方に向きません。この時左の肩が下がると肘も自分の方に向いてしまってハンドファーストになりません。インパクトの瞬間さえこちら回り、そして打ち抜く時は今度は前傾はしたままでも肩はこちら回り、こうです。多分これをやってはいけないと思われててなで型にしたまま
スイングをしようとされるので、そもそも肘がずっと自分の方に向いてしまって、こういう感じのスイングになってしまってますし、頭は起きないけど口の前に腕を持ってきてもいいと思っている人は、クラブがしっかり倒れてきます。ここではないです。ここです。フォローも口の前に腕が来ていいと思えば強くターンできますが、これを顎の下に右肩を入れようと思っているとクラブがターンできないので肘が抜けてきたりします。この肩甲骨というのは上がってもいいと思っていただいて、前傾角度や上下動とは全く別問題として、この使い方一度意識して考えていただくと、プロのようなスイングができてくるかもしれません。一度意識してやってみてください。それではアドレス、トップ、ダウン、インパクト、そしてフォローは左肩は落ち、その代わり右の肩が上がってきます。この肩が上がるという言葉が正しくないのですが、なで肩のままではなく、こう使う。ダウンはこうなってますし、インパクトの時もこうなってます。そして打ち抜いた後のフォローは今度は右の肩がこうなってます。しっかり肩甲骨というのは前後も動きますし、上下も動きます。この上下の一種なのですが、トップ切り返しでは口の前に腕が来る。インパクト、そして過ぎてフォローでは口の前に腕が来る。これをやると前傾角度が起きてしまう気がしますが、関係ありません。前傾角度は起きてないと思います。この時手は上がるので口の前。フォローではこうなり口の前。決してなで肩のまま顎の下に入るわけではありません。フォローも右肩がなで肩のまま顎の下に入るわけではありません。首が長い方は入るかもしれませんが、僕もスッとした首のタイプですが、基本的には口の前に腕が来ます。